世界一面白いアクション RPG 制作実況。どうも、ハイデカです。まずは登録者1000名突破。2000名突破。本当にありがとうございます。今回の動画でちょっとどうしてもね、触れておきたい方がいらっしゃるんですが、前回の動画ですね、紹介してくれたゲーム実況者の方がいらっしゃって、フィールズフード、通称フーさんっていう方なんですけれども、多分今この動画見てる人はもう多分全員知ってる方だと思うんですけど、そのフーさんって方が、僕の動画を発見してくれて、でぜひ応援したいということで、ご自身のチャンネルのコミュニティで、昨日の朝とかかなにちょっと宣伝してくれたみたいで、もうそっからもうその時多分ね、登録者500人とか600人ぐらいだったんですけど、もう今2000人超えてるんで、本当に影響力すごいなと思って、ありがたいなというふうに思っております。今回なんですが、あと一応そのフーさんのことについて紹介しておくと、紹介するまでもないとは思うんですが、海外のねインディーゲームとかを中心にあんまり知られてないような面白いゲームっていうのを、実況して、動画を上げてる方ですね。で実況内容とかもすごい面白くて、ゆっくり実況とか好きな人だったらもう絶対ハマるんじゃないかなっていうふうに思います。個人的にね、僕も実はプライベートでそのチャンネル登録するぐらい好きな実況者さんだったんで、本当にその紹介させてくださいっていうメールが来た時は、メールっていうかコメントが来た時は本当にね、めっちゃびっくりしましたね。で、今回なんですが、いつもだったらそのゲームの制作をして、ある程度進捗状況たまったらそれを動画化するっていうような形で、やることが多いんですけれども、今回ね、その前回の動画がすごい、バズったんで、急遽ね今動画撮影してるっていう形になります。で、前回の動画たくさんコメントいただきまして、いくつかちょっと気になる点があったので、ちょっと補足させていただきたいと思います。まずこんなゲーム一人で作ってすごいですねみたいな感じのコメントがすごいたくさんいただけてるんですが、なんと言いますかね、その一人で作ってはいるんですが、本当に全て一から全部一人で作ってきたかっていうとそういうわけではなくて、その素材、ゲームに必要な素材っていうものはもう全て購入して、アンリアルエンジン4用のゲーム素材を専門に取り扱っているマーケットプレイスっていう、ストア、オンラインストアがあるんですが、そこからね、そのゲームの素材、キャラクターのこのモデルとか、あと動き、アニメーションとか、あとまだあんまり手出してないですけど、音、サウンド系のものとか、あとこういったエフェクトですね、エフェクトとかも販売されてます。あとプログラムとかも販売されてて、例えばこのロックオンのシステム、これね、購入した、無料だったんですけど、その購入したロックオンシステムっていうプログラムをそのままインストールするだけで、こういうロックオンっていうのが実装できるんですね。もちろん細かい数値とかは自分でいじくらないと、ちょっと自分のゲームに合ったロックオンにはできないんですが、PS4 のフリープレイみたいな感じで1ヶ月にね、何個かのそのゲーム素材っていうのが無料で配布されてるんで、そういう無料のものを使うだけでもね、結構すごい制作はかどったりするんでね、いつも利用させてもらってます。なので、そのキャラクターのモデルとかアニメーションとか、そういったゲームの素材に関してはもう全て購入したものを使わせていただいているので、僕一人で作ってはいるんですが、素材のところとかはもう全て購入してるんで、そういうところはあまり勘違いなさらないようにお願いいたします。で、今回なんですが、ゲームの制作チャンネルなんで、今
前回の動画から何も進捗変わってないんですけど、ちょっとね、もうパパッと作れちゃうようなものを何か1個、ちょっと今から実装していこうかなと思います。今回実装するのは、まず、この動画見てる人ってかなりもうダークソウルとか好きな人多いと思うんですけど、そういう人に分かりやすく言うと、パリ1名を今から作ります。このパリした後の、特別な高ダメージを与えれる専用の地名モーションというかエクセキューションですねを今から、実装していきたいと思います。ちなみにこのパリのやり方についてなんですが、過去の動画でも紹介はしてるんですけど、このゲーム、攻撃方向と防御方向っていう概念があって、エネミーが鬱陶しいんで遠くでやりますね。まず攻撃方向が4種類あって、右、左、上、で下ですね。の4種類の攻撃方向から2でこの右スティックで操作しながら攻撃方向を選んでいけるっていうシステムになってます。で、それと同じように、ガードですね。ガードの方向も実は4種類選べるようになってて、で、そのガード方向を攻撃方向にうまく勝ち合わせることができれば、パリが発生するっていうようなシステムに今はしてます。ただこれだとね、かなり結構パリ簡単なんで、ゆくゆくはね、もうちょっと難しく、例えばタイミングも合わせてパリのボタンを押さないといけないとか、っていうシステムは導入するつもりなんですが、今はちょっとまだ実験段階なんで、とりあえず防御方向さえ合ってれば、もう絶対パリが自動的に発生するっていうシステムにしてます。で、パリが起こると、めちゃくちゃ長いひるみモーションが発生するんですけど、あれもね、そのモーションの再生速度を確か 0.5 倍とかにしてめちゃくちゃ長いひるみが発生するような感じにしてます。で、このパリの後にかっこよく決められる地名モーションっていうのを今から実装していこうかなと思います。それでは行ってみましょう。では今回使っていく地名のモーションなんですが、マーケットプレイスのウェポンマスターっていう方が作成している、ツインブレイドの、モーションセットの中から使っていきたいと思います。こんな感じでエクセキューションのモーションが4つぐらい入ってて、この中からね、良さげなものを選定していきたいんですが、個人的にこの一番右のやつ、この最後の決めポーズがめっちゃかっこいいと思うんで、これをちょっと使っていこうかなと思います。で、これが実際単体で見た時の使用するモーションになってます。このモーションを、ゲーム内で使えるような形で、登録するっていう作業があるんで、まずそれからやっていきます。はい、とりあえずモーション出せるようにしました。ちょっとバグってますけど、こんな感じですね。多分これ本来双剣用のモーションなんで、ちょっと左手の縦の動きとか角度が若干おかしいかもしれないですが、こんな感じでとりあえずモーション出せるようにしましたと。では続いてはやられる側のモーションですね。もう同じように出せるようにしていきます。はい、これで受ける側のモーションもとりあえず再生はできるようになりました。これをパリを成功させたときに、R1 にしようかな。R1 の攻撃を当てたら、この、致命モーションと致命されるモーションの両方が同時にタイミング合わせて再生されるようにしていきます。で、このモーションがパリされてるときに再生されるモーションなんですけど、今がパリ中であるってことが分かるように、ここにフラグを引いておきます。で、あとは今さっき引いておいたこのパリードフラグが当たっていた場合は、専用のパリ一面モーションに続ければ OK ですね。
じゃあ全部の実装終わったんで、実際にパリ取って地名を決めてみたいと思います。まずはパリして攻撃。おー、いい感じっすね。ちょっともう一回やってみますね。パリ取って攻撃すると両方が専用のモーションを再生するっていう感じですね。ちょっとまだ仮実装なんで、まだちょっと手直ししないといけないところがいっぱいあるんですけど、それに関してはね、また後日自分の方でやっておきたいと思います。地名。こうなってくると、パリのドゥーンっていう効果音とか、あと地名決める時のかっこいい効果音が欲しくなってきますね。てなわけで、今回はね、この辺で終わろうかなと思います。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。